はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は1年半ぶりのリペアクリニックです。この修理どうでしょうの動画を見ていただいている視聴者の方も何名か予約してくださってるみたいなんで、お会いできるのが楽しみですね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。準備完了でございます。おかげさまでほぼ満員御礼という形で、まだちょっと時間がありますけれど、最初のお客様はどんな方でしょうか。楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ気にされてるところというか、今日のご相談の内容はどんな感じ？なんか30分以内でなんかこう軽くできる作業みたいな感じで聞いたんですけど、そうですね。このね、ブリッジ、これ最近買ったんですけど、この状況はどうかなと思いまして。今差し込んだところほとんど入っていかないんですよ。はい。接着剤が邪魔してしまってはい。入っていかないんですけど、実際おそらく剥がれてる箇所としては結構もう奥まで行ってると思います。この手のそのブリッジに関しては基本的にこの後ろ側の部分は剥がれる方向に力がかかるんですけれど、こっちの方、こっち側に関しては、押される方向になるので、クラシックギターとかガットギターのブリッジのように、いきなり弾いていてバーンって剥がれるってことはないです。クラシックギターとかガットギターだと弾いてて突然エリンってなったりするんですけど、この場合はまあ大丈夫ですね。大丈夫です。はい。一応一回剥がして接着し直そうかなとも考えてるんですけど、高峰ですよね。高峰ですね。中古で買われたんですね。そうですね。はい。すごいな。なぜかですね、指板のこの曲面 R が 7.25 インチ R なんですね。いわゆるストラトとかと一緒ぐらいの R ですね。だいたいマーチン、ギブソンにしろ、12インチ R なんですけれど、意図的にこういう風に作ったっていうことでしょうね、おそらく。もしくは中古なので、今までのそのオーナーさんがどっかの時点で自分はこういう丸みが好きだからっていうことで、かなりこういうきつい R にした可能性もありますね。あからさまに原稿が高すぎるので、6弦側で 3.2 ミリぐらいありますね。1弦側で 2.3 ミリとか。まだ買ったばっかですか、これは。こちらのブリッジ側は12インチ。このブリッジの R がこっちの R と合ってないので、サドルの頂点の R、丸み具合を指板面の R と合わす必要があるんですね。この R をきつい R にするっていうことは、端と端を削ることになるじゃないですか。で、大体今この出っ張りが3ミリぐらいなんですね。おそらくですね、こっちの指板の R に合わせようと思って削ってしまうと、もう2ミリ切っちゃうぐらいになってくるんですよ。で、大体ここのブリッジサドルのこの出っ張りっていうのが、2ミリ弱ぐらいは欲しいので、簡単に言えば、このギターは、とりあえずここのてっぺんを合わすことによって、多少原稿は下がるんですけれど、極端にそれより下げるっていうことは、もう不可能なん
ギターになってきます、はい、こっちのこの丸み具合っていうのは結構弾きづらいと思うんですよ、はい、ここまで丸いと、うん、でじゃあこれはどうしたらいいのかっていうと、まあ、どうにかしたい場合はフレットを一旦抜いて、はい、指板修正で平らにしていくしかないんですけど、もし、指板修正フレット抜いて、例えば削るとしたらどれぐらいの量とか、ゲージで12インチ R なら12インチ R にまで削っていかないといけないですね。ただそうすると今このきつい R なので、はい、中央付近をかなり削り込んでいくってことになるんですよ、はい、そうするとこれ今樹脂製のポジションマークなので、はい、深くはめ込んであるケースが多いですから、はい、まあ大丈夫だとは思うんですけれど、ものによっては指板修正で中央付近削っていったらポジションマークが消えちゃったっていうこともあるんですね。せっかくまあ買われてあれなんですけれど、ちょっと仕様がおかしなギターですから、なんでしょうねこれね。本当に私もこんなアコースティックギターで後から意図的にこういう丸みにしたっていうケースは知ってますけど、はい、おそらくオリジナルの状態でこういう状態なんだと思うんですよね。この端っこのこのバインディングのこの厚みを見ても、はい、もし仮にですよ、最初に浅い R でそれをここまできつい R にしたんであれば、特にこのボディに乗っかる部分とかのこの厚みがかなり薄くなってるんですよね、削ることによって。その形跡も見られないので、最初からこういう R で作られたのかな。もしかしたらこの動画をアップすればコメント欄にこの高峰のこれはこういう仕様だよってコメント欄が来るかもしれないですよね。ちょっと誰かご存知の方いらっしゃいますか？高峰の TD25 TD25、指板 R がなぜか 7.25 インチ R という不思議なギターですね。一発目触って弾いた時になんか変だなっていうのを感じててですよね。なんかやけになんだろう、自分の感覚だとなんか指が詰まるというか押しづらいというか何かなと思ってて、ちょっとひとまずこのブリッジの剥がれは置いといて、はい、例えばこのギターを指板の R を12インチ R にするのであれば、さっき弦高が低くなりませんよって言いましたけれど、はい、今のところこのブリッジの厚みっていうのが、約9ミリあるんですね、はい、なので方法がないわけではないです、もしこれを本気でそういうふうに蘇らせるんであれば、まずフレット交換してその際に指板修正して12インチ R っていう浅い R にしてあげて、ブリッジ自体の厚みを 2,3 ミリぐらい2ミリぐらいですけど、その辺のあれは、計算してみれば分かるんですけれど、何ミリ削らなきゃいけないか、どのぐらい削ればこのぐらいの弦高まで下げられるっていうのが分かるので、そのブリッジ圧を薄くして、もう一回再接着をして、必要であれば、このブリッジサドルの溝を一旦埋めてもう一回開け直して新しいサドルを作り直してマウントする。結構な大掛かりな、はい、大掛かり、余裕で10万以上いきますね。はい。ブリッジの厚みを薄くするっていうのは下側を薄くするんじゃなくて、要は上側を削っていくんですね。このブリッジサドルの溝がどんどん浅くなるじゃないですか。なので今これ取り外してみないと分かんないですけれど、今現時点でもうすでに浅いかなんかだとブリッジサドルのこの厚みを削ることによって安定性がなくなっちゃうんですね。一旦埋めてもう一回深く掘り直すっていう作業が必要になってくるんです。なので何も思い入れがないこのギターに対して
まあ、そこまで金額をかけて弾きやすい状態にするのかっていうとちょっともったいないですよね。それだとなんかちょっと違う、本当に違うギターありがとうございます。はい、ちょっと何もできずにあ、いいです。済んじゃいまもうね、した。会えただけでもね、嬉しくて、いえいえ、本当そんな、にいつも動画毎日見させてもらって、ありがとうございます。今動画撮ってますか？YouTube で見ると。銀行がかなり低すぎて、少し逆反り気味ですね。どうしましょうか。原稿少し上げますかね。使うって言ったら結構ローフレットですよね。じゃあこの辺の今原稿が低すぎるせいでこういうようなペシペシした音になっちゃってるんですけど、ついでに弦も変えてなんせやりたいこといっぱいあったんで、車も趣味でやってましたし、いろいろ、まあ、ゲームも好きでしたし、で免許取ってからは車が好きになっちゃって、いわゆる走り屋やってました。スバルのなんですか？ああ、はいはいはい。あれ運転支援システムすごいじゃないですか。自分もね、ちょうど1年前にその三菱のデリカに変えてるまではずーっとトヨタだったんですよ。でまさか自分が三菱になるとは思わなかったんですけど、選択肢としていわゆるボクシーとかスライドドアじゃないと買っちゃダメっていうその縛りがあって、でじゃあ縛りの中で、自分は SUV が良かったんですよ。4駆でスライドドアでミニバンで4駆でアクロ走行ができるっていうと、もう三菱のデリカ一択なんですよ。それしかない。それでそれにした。それでそれにしたんです。やっぱ走りも楽しみたい。でもスバルの水平対向はあれ面白そうだな。いや、やっぱコーナーすごい安定して全然違う。全然違う。私、お父さんに聞いてみて。ありがとうございます。毎度毎度。久しぶりに。すごいなりますね、これね。全くなるんですよ。ですから、これはぜひともいろいろなところで使いたいなとは思うんですけれども。一応ネックはですね、まっすぐなんですけど、今原稿がこれ異様に高いので、1弦が 3.5 ミリ、6弦は 4.3 ミリもありますね。これはちょっと厳しいかな。1ミリか。2.5 ミリ。これは厳しいですね。ちょっと一旦このサドルを見ます。単純にですね、もうここのブリッジサドルのがもう限界まで低くなってるので、今ここで原稿をうんぬんってことはもうこのギターは不可能ですね。方法としてはこのブリッジの厚みを薄く削ってとかっていうそういう方法、原稿を低くすることはできなくもないです。今一応各寸法が分かりましたので、そこから逆算して
果たしてこのギターをまともな原稿にするには何ミリ削ったらいいかとか、そういうのが出てきます。仮にですけれど、1弦が 1.8 ミリ前後、それから6弦で2ミリとかぐらいにするにはですね、このブリッジのこの厚みを、4ミリぐらいは削らないと無理です。で今このギターのブリッジが、ちょうど10ミリ厚あるんですよ。ですから、仮に4ミリ削ったとなると、約6ミリ厚の厚みになります。で、さらに、厚みを削る前に、このブリッジサドルの溝を一旦埋めて、で厚みを薄く削ってからもう一回新たな溝を掘り直すっていう作業が必要ですね。でその溝に合ったブリッジサドルをもう一回製作して取り付けるっていう方法になるので、結構なことをしない限りは現状このギターの原稿を低くすることは物理的に不可能ですね。でちなみにですね、このヤマハのよくあるんですけれど、これって塗装されてるんですよ。黒く塗って塗装されてるんですね。黒い染料で黒くして、で今と同じような見た目にします。もしやるとすればですね。なので塗装は剥がれてしまうことになりますね。ヤマハのブリッジって塗装されてることが多いんですよね。一応原稿に関してはそんな感じです。一筋縄ではいかないということですね。中は大丈夫ですね。ブレーシング、骨組みは全然正常です。剥がれてるところとかもないですし、原稿だけですね。これはね、かなり音量鳴っていい感じなんで、これで原稿がまともになればかなりいいです。あとちょっとあれですね、もしかしたらトラスロットがもうかなり目いっぱいまで回りきっちゃってる可能性があります。現状今まっすぐを保ってるので、問題はないですけど、多少なりともいい言い方をすればブリッジ圧が10ミリもあるので、4ミリ削っても、一応6ミリは残ると感じですね。だいたい今までの経験上5ミリを下回らなければ、いいかなっていう。質量が少なくなればなるほど、結局音質は変わってきちゃうので、悪い言い方をすればペラペラ薄い音になってきます。いやでもね、YouTube こうやって始めてなければああいった検証動画も当然してないでしょうし、なんかこう自分にとってもすごい勉強になるんですよね。自分を見返すいい機会になったっていうか、皆さんのおかげです。もう本当にいろいろいますね。そういう視点から来るのっていう、そういう質問とかいろいろありますよね。だからやってて面白いというか、こちら見てて面白いです。じゃあぜひありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。無事リペアクリニック終わりました。おかげさまで満員御礼でございます。ありがとうございました。さあこれから飯食って帰ります。それでは